小さなガラスの本の博物館館長です。今回は最近愛用しているこちらの本革のリュックのご紹介をしていきます。以前カバンの中身で、動画でご案内したバッグも気に入っているんですが、ここ半年はもうずっとこのリュックを使ってます。こちらのリュックも前回ご紹介したヒズファクトリーさんのカバンです。本来はイタリア産の担任なめし革を使ってカバンを作っていらっしゃるんですが、こちらはですねサンプル品ということで、通常と違って馬の皮を使っているそうです。柔らかくてね、軽くて私的にはこれすごく使いやすいんですが、経年変化については、どうなるかはちょっとわからないよというふうに言ってました。こちらのカバンと出会ったのは去年2020年の12月クリスマスの、時期にですね、ヒズファクトリーさんの工房でファミリーセールをやってまして、そちらに行ったら、これがですね隅っこに置いてあったんですが、目ざとく見つけまして一目惚れしちゃいました。もう背負ってみたらすごいジャストサイズですっごい使いやすいなと思ったので、即購入しちゃいました。で、サンプル品って、一点物なので、これはもう売ってないんですが、もしどうしてもこのリュックが欲しいという方はオーダーメイドが多分できるかと思いますので、ヒズファクトリーさんで相談してみてください。オンラインショップにはね載ってないんですけども、多分工房で、直接聞いていただくと教えてくれると思います。ということで、今回はこちらのリュックの中身をご紹介していきます。結構ですねたっぷり物が入るようになってます。ではまず上のチャックから開けていっていきたいと思います。こんな感じでガバッと開きます。で、こちら手ぬぐいですね。一旦もめ、もうハンカチとかタオルよりもですね、もう手ぬぐいが、すぐ乾くし、すごいもう慣れたら使いやすいです。で、水筒ですね。経理のソフトのおまけでもらったものです。こちらはお弁当箱で、前回もご紹介したヒズファクトリーさんのお財布で、こちらは無印の手帳を今年は使っています。後ろがねこんな感じでバーチカルになっていて、前別の動画でご紹介した便秘の解消法についてというところで、ここで日記代わりに使っています。こんな感じで、形がちゃんとこう四角くなっているので物が入れやすくなっています。で、奥には、チャックがついてて、ここにも物が入ります。これはいつでも配れるようにお店のチラシパンフレットを入れてます。で、この前の部分にちっちゃなポケットが2つ、ここにいつもスマホを入れてます。で、ここはちょっとなんか入ってますけど、アソビューでおまけでもらったフリスクとポケットティッシュと、もう使わないですね。なぜかスプーンが入ってました。では次にこちらの前の方についてるですねちっちゃいポケット、こちらには、これポーチですね。で、これもヒズファクトリーさんの名刺入れ。これは前見に行った新エヴァのチケットですね、半券ですね。早くねもう一回見に行きたいんですけども、まだ行けてないです。こちらはパスモとか、入れるやつ。最近はね電車乗らないのでほとんど使ってないですけど。で、こちらの前のポケットも結構入れようと思えばですね、物がたくさん入るようになっています。で、そのままくるっと、こちらの、脇のポケットですね。こちらにはキーケースを入れてます。これもヒズファクトリーさんです。これは前回も、ご紹介したキーホルダーですけど、これを、無理やりつけています。で、この中にですね、前回ジャラジャラしてた鍵、この中にも、綺麗に収まってます。鍵が多い人は、結構これすごい便利です。カバンの中でね、鍵がジャラジャラしていると物が傷ついちゃったりするんですが、こちらにしまっておけば安心です。で、
くるっと。こちらの背中の部分にもなんと隠しポケットがついていて、あんまり物入れすぎちゃうと、背中がモコモコしちゃいますけども、パスケースとか薄めのものをですね入れるのにいいんじゃないかなと思います。でこちらのサイドには消毒液と、こちらですね、こんな感じで、だいたい、全部出しました。ちなみにこちらのお弁当箱なんですが、最近愛用しているのがこちら、ちょっとね重いんですけども、なんと保温ができるようになっています。朝こちらにこうお湯を入れて温めておくと、お昼ご飯を食べる時まで、出来たてのほやほやのあったかさをですね、あったかさのまま保温できるというお弁当箱です。ご飯が入れられるところとおかずが入れられるので2段になってます。これからねちょっと夏で、暑くはなってきますが、冬はこれすごく重宝しました。あったかいご飯がね食べられるのはすごく美味しいですね。持ち運びがねちょっと重いっていうのはありますけども、はい、ということで今回はこちらの、革のリュックのご紹介でした。私は身長が低い方で、145センチしかないんですが、背負うとこんな感じですね。大きすぎずちょうどいいです。はい、では最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画もよかったら見てみてください。